ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES私 YouTube バージョン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。ストタンの皆様、リクエストありがとうございます。SixTONESの私、非常に多くのストタンの皆さんから愛されている楽曲ということでですね、今回楽しみにして歌声分析をしていったんですけれども、いや、ものすごいところに気づきました。今回の私なんですけど、リリースされたのが2022年の6月8日、約3年前の楽曲ということでですね、現在の SixTONES の皆さんの歌声と3年前の SixTONES の皆さんの歌声の違い、ここがですね、非常に新鮮で興味深く歌声分析ができました。おそらく今の話を聞いて多くのストタンの皆さんが気になっていると思うんですけれども、そういった部分をですね、どこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして昨日公開した SixTONES のボーイズ歌声分析動画の方でも言ったんですけれども、現在SixTONES の歌声分析動画で新企画を考えております。どのようなものかというと、デビューから現在までの歌声進化分析動画だったり、メンバー一人一人に焦点を当てたすごい歌声5選みたいなね、あるいはすごい歌声ランキングベスト5とか、そういった内容のですね、歌声分析動画を企画しておりますので、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES私 YouTube バージョン歌声分析 GO!ありえないところまで素晴らしいですね。美しすぎる松村さんの歌声。僕が最も憧れる歌声ですね。で、この声はどういう声かというと、裏声を主体としたミックスボイスっていうテクニックを使ってます。で、ミックスボイスっていうのはどういう声かというと、地声と裏声の中間の声。こういう風に言われてますね。で、松村さんの今の声はミックスボイスなんですけど、裏声の成分が多いミックスボイスを使っています。もう一回聞いてみましょう。ありえないところま何回も聞きたくなりますよね。この美しい歌声。で、綺麗な成分プラス優しい雰囲気あるじゃないですか。この優しい雰囲気どうやって表現してるかっていうと、鼻の中の空間、鼻腔共鳴っていう声の響きを多めに使ってます。鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時のアプローチを作るポイントでもあるんですけど、松村さんはですね、その鼻の響きを使って優しいふわっとした声質を作り上げています。次いきますよ。心が動き出すもう7割ぐらい裏声なんじゃないかな、この声はっていうふうに僕は思って日々練習しているんですけど、やっぱりね、声のバランスがですね、非常に難しいんですよ。優しい声を出そうとしすぎると完全な裏声になってしまうし、かといって声にしっかりとした芯みたいな部分を作ろうとしすぎちゃうと強くなりすぎてしまうしっていうね、ものすごい絶妙な歌声のバランスで松村さん歌ってるんですよね。そして今の後半の長く伸ばしていたポイント、動き出すのあたりかな。ここはですね、頭を響かせた歌声、ヘッドボイスっていう声の響きを使って歌っています。このヘッドボイスの響きをですね、声に混ぜることによって、歌声がですね、一気にきらびやかになるんですよね。もう一回聞いてみましょう。
ほらほらほら、すごく透明感のある歌声ですよね。前半は優しさ、後半は透明感のある雰囲気っていう風に、2つのシーンに分かれてるフレーズだと思うんですけど、ものすごく聞き入ってしまいますよね。次いきますよ。何気ない言葉すら一つ一つこの胸を一回止めますよ。今の歌声は京本さんの声かな。ここ最近聞いてる声と雰囲気が違うなっていうふうに思います。僕が知ってる京本さんの歌声は割と鼻の音色が強いんですよね。こう色気のある雰囲気を鼻で作ってる歌声というか。で、今のポイントもすごく優しい、しっとりとした雰囲気なんですけど、胸の響き、胸腔共鳴と口の響き、口腔共鳴、この2つがすごく強い歌声かなっていうふうに思います。胸で声の厚さをしっかりと作って、口の中で言葉をクリアに発音する。そして、ほんのり色気を鼻で作って歌っているみたいなね。もう一回聞いてみましょう。何気ない言葉すら一つ一つこの胸をいや、この声もすごく新鮮ですね。めちゃくちゃいい声。次いきますよ。奪ってゆく今の奪ってゆくっていう風にこうロングトーンで伸ばしてる途中で声量をちょっとだけ上げたんですよね。こういう風に途中から音量を上げることによって聞いてる側の耳を一気に引きつけるような魅力がですね出てくるんですよ。そしてこの1個前のフレーズもそうだったんですけど、全体的に息の音を混ぜるテクニック、ウィスパーボイス、これを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。奪ってゆくみたいな。最初は息の音が目立つぐらいいっぱい息を吐いて、途中から音量をこうね、じわじわ上げていくことによって、聞いてる側の耳を引きつけ、そして次のイントロでちょっと盛り上がるよっていう雰囲気も出してるんですよね。ものすごい歌声です。次いきますよ。いいね。なんか思わずうなっちゃいましたけど。いや、バラードを歌うストーンズ最高ですね。で、今のジェシーさんの声なんですけど、ものすごく男らしい安心感のある歌声でしたよね。この声はですね、胸の響き、胸腔共鳴がメインの声です。胸の響きを多く使うためにはどういう風に体を使えばいいかっていうところ気になってる方結構いると思うんですけど、あくびの時の喉、この状態を作ることが一番手っ取り早く胸腔共鳴の響きを使えるっていうところにつながってきます。どういう声になるかっていうと、はこういう感じですね。ぜひね、皆さんもやっていただきたいと思うんですけど、あくびをちょっとしてみてください。これね、口を大きく開けると、あくびが出やすい状態になるんですよ。で、はあ。こういう風に喉の奥が開く感覚がありますよね。これをボイストレーニングで意識的にコントロールできるように鍛えるんですよね。そうすると自由自在に、は、は、みたいな、こういう声が出るようになるんですけど、そうすると、このあたりがですね、ジリジリっていう風な振動を感じてきます。この振動を感じることができれば、胸腔共鳴の響きを多く使っているっていう風な証拠になるんですけど、ただ高い音域になってくると、音の性質上、このジリジリっていう振動をですね、感じにくくなってくるんで、高いところはね、ちょっと要注意なんですけど、この響きを使うとですね、声がすごくたくましくなってくるんですよ。それをね、ジェシーさん使って今のフレーズ歌ってます。もう一回聞いてみましょう。汚れた靴磨いても、僕がやるとこういう感じの声になるんですけど、で、この声にですね、音を全体的に切るテクニック、スタッカートを使ってリズムの歯切れ良さを表現しています。次いきますよ。今の最後の泥だらけになんだのあたりで先ほど言ったあくびの喉、こちらを強めに使ってますよね。泥だらけになんだみたいな、
もう一回聞いてみましょう。待ってすぐにどうせ泥だらけになんだ。ほらほら、なんだって感じになってますよね。で、歌の中では喉は広げた方が良いというふうにされています。喉の空間を広げることによって声も響きやすくなりますし、歌を歌ってる時の喉への負担も軽減されるっていうふうに言われてるんですよね。ただ声質っていうのは楽曲によって合う合わないが出てきてしまうので、全ての楽曲を喉を広げて歌えばいいかっていうと、個人的にはそうではないかなっていうふうに思っています。曲によっては逆に喉を広げない方が雰囲気が合う曲もありますし、っていう僕の個人的な考えなんですけど、ジェシーさんはね、まさにそれをですね、体現して歌ってくれてるっていう感じがしますね。楽曲の雰囲気に合う歌声をそれぞれチョイスして一番魅力が発揮できるように歌っているというかね、素晴らしいです。次いきますよ。いいね。すごく人間味がある声っていう雰囲気がしますよね、田中さんの声は。この声はどういう風に出してるかっていうと、口の中の空間、口腔共鳴の響きがメインになってます。口をメインで、そして胸で声を支えて歌っているっていう感じかな。おそらくなんですけど、ラップの時の声の出し方がベースになってるんじゃないかなっていう風に推測します。もう一回聞いてみましょう。で、今の後半の音が高くなったところも、先ほど言った口の口腔共鳴の響きがメインになってるんですけど、多くの人はですね、高い声になってくると鼻の鼻腔共鳴が中心になってくるんですよね。なぜかというと、先ほど言ったかもしれないんですけど、鼻腔共鳴の響きっていうのは高い声を出す時のアプローチを作り出すポイントでもあるので、鼻に声を入れた方が高い音って出しやすいんですけど、その反面声が細くなりやすいんですよね。鼻腔共鳴を使った高音っていうのは。おそらくその雰囲気が田中さんの中で楽曲に合わないっていうふうに思って、あえて高い音を鼻腔共鳴を使わずに歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。今のは最初のワンフレーズが森本さんで、その後から京本さんが歌って、最後は2人で歌うっていうポイントかな。森本さんの素直な声素晴らしいですよね。やっぱりこういうしっとりした楽曲に森本さんの声ってものすごく合いますよね。で、最初のほら、この歌い方、このザラザラって音、エッジボイスっていうテクニックです。こういう R&B 的な雰囲気がする楽曲にはエッジボイスの雰囲気っていうのはすごく相性が良くて、切ない雰囲気が出るんですよね。曲にも合うし、森本さんの歌声の雰囲気にもものすごく合いますよね。そしてその後の京本さんの歌もものすごい色気ですよね。もう一回聞いてみましょう。さっさとさみたいな、こんな感じかな。僕がやると京本さんにはね遠く及ばないですけど、いやー、この2人の色気半端ないですね。次いきますよ。今回は歌割りのパートの展開が早いですよね。切り替わりが早いというか、今最初のフレーズは森本さんが歌って、その後はコーチさんと田中さんのデュエットって感じかな。で、森本さんの声もですね、先ほど京本さんとペアで歌った時の声とまた一味違う声をチョイスして歌ってますよね。すごくあどけなさが出てるというか。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いいハーモニー。わかってはいるよみたいなね、こんな感じの声かな。口と鼻が中心なんですよね、今の歌声の響きは。胸の響きが男らしいかっこいい声質を作るポイントだとすると、鼻だったり口を中心にするとどんどん声が幼くなっていくんですよね。綺麗な成分が前に出てくるというか、森本さんはここでその歌声の響きを使ってますね。そしてコーチさんと田中さんのハーモニー素晴らしいですよね。音程が2人ともバッチリ
正しい音程を歌ってるっていうのはもちろんなんですけど、リズムもしっかり揃うことによってこの素晴らしいハーモニーが生まれています。次いきますよ。てるだけだとあなたに私は見せたくない。いいね。サビ前はブレイクなんですね。ブレイクっていうのはバックのサウンドが無音の状態になるポイントをブレイクっていうんですけど、松村さんとコーラスが京本さんかな、2人でハモってちょっと盛り上がったかなと思ったらブレイクでこう時間が止まったような雰囲気を持ってくるっていうこの楽曲構成素晴らしいですね。もう一回聴いてみましょう。だけだとあなたに私は見せたくない。いいですね。あなたに私は。わあ、全然できないですね。すごい難しいです。松村さんの歌い方。簡単にできないからこそ、ものすごい魅力があるっていうのもありますよね。じゃあ次サビかな？行ってみましょう。うわやばいね。やっぱり毎回 SixTONES の楽曲で思うんですけど、やっぱサビすごいですよね。で、一般的に多いのはやっぱりサビになるとハモリが入るんですよ。メインメロディーに対して上ハモリだったり下ハモリ。こうボーカルのパートがですね、2パートっていうのがオーソドックスなパターンだと思うんですけど、SixTONES はサビでハモリってあんまり入ってこないんですよね。もう一つのメロディーにメンバー全員の魂を込めた歌声っていうかね、ここがすごくかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。そしてさっきは1パートって言ったんですけど、正確には2パートなんですよね。ただこの2パートどういう風なパートに分かれてるかっていうと、メインメロディーがいて1オクターブ下の低いところで同じメロディーを歌ってるパートがいるんですよ。基本 SixTONES の楽曲のサビっていうのはこの歌割りがすごく多いですね。ただね、これがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。次いきますよ。ここでハモリが入ってくるんですね。さっきハモリをあまりサビでは使わないって言ったばっかりだったのにちょっと恥ずかしいですね。ごめんなさい。ただバラードだからかな。ハモリを入れることによってきらびやかな雰囲気を表現したいっていう、そんな感じなのかな。ノリのいい曲だとユニゾンって言われる先ほど言ったメインメロディーとオクターブ下の低いところでのこの2パート、この歌割りが非常に多いと思うんですけど、ちなみにユニゾンっていうのは同じメロディーを複数人で歌うことをユニゾンって言います。例えばメインメロディーを2人で歌う、これユニゾンなんですよ。で、メインメロディーとオクターブ下、音の高さは違うんですけど、ドレミファソラシドの音階で表記した時には同じ流れっていうか同じ音を使ったメロディーですよね。これもユニゾンって言います。ちょっとね、音楽理論の勉強みたいな時間になってしまいましたけど、今のところもう一回聞いてみましょう。上ハモリが入ってくるとやっぱりね、こうきらびやかさが広がってめちゃくちゃ美しいですよね。次いきますよ。いいね。いいね。急にジェシーさん一人で歌うっていう感じになるんですね。こうメンバー全員で歌っていたところから急にソロになることによって物悲しい雰囲気が出ていますよね。そしてジェシーさんもここでは歌声で寂しい雰囲気を表現しているので、さらにね、しっとりした雰囲気がたまらない歌声になってます。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、ここのポイントはですね、先ほどの A メロの時と比べて胸の響きは少し少なくなっています。その代わり鼻の響きがですね、多めになってるんですよね。鼻の響きを多めに使うことによって柔らかいふわっとした雰囲気を表現しているポイントです。次いきますよ。
ロングトーンがよく伸びますよね。こういった長く伸ばすフレーズが安定して歌えるようになるには、歌の基礎的な部分がしっかりしてないと歌えないんですよね。で、歌の基礎的な部分って何かっていうと、息の吸い方、ここなんですよ。腹式呼吸っていう呼吸法をしっかりとマスターしないと、まず歌で必要な体の使い方ができないんですよね。で、歌で使う体の使い方ってどういうことかっていうと、お腹の使い方なんですよ。腹筋ですね。腹式呼吸で息を吸わないと、歌で使いたい腹筋がですね、使えないっていうか、力があんまりね、入れられなくなっちゃうんですよね。なので、その辺のコントロールだったり、基礎力がですね、ものすごくレベルが高いですね、ジェシーさんは。もう一回聞いてみましょう。で、歌詞をあえてはっきりと発音しないっていうのもすごく引き込まれる雰囲気出てますよね。奪ってゆくみたいな。ゆくっていう風に言ってないですよね。ゆくみたいな。こんな感じの発音だったと思うんですけど、この発音でですね、甘えたような雰囲気だったり、感情の力が抜けるような雰囲気を表現してるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。今メインメロディーはコーチさんかな。僕の大好きな少年のようなコーチさんの歌声が来ましたね。いや、嬉しいです。で、ここでコーチさんはですね、特別なテクニックを一つも使ってないんですよね。ものすごくストレートな歌声。で、このストレートな歌声でここまで魅力を発揮できるっていうのはものすごいことだと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほらほら。ビブラートすら使ってないんですよ、ここのポイントは。にもかかわらず、心に光が差し込んだような雰囲気を表現してるって、これすごいですよね。いやー、尊敬します。次いきますよ。今高いところと低いところで声質が変わったの皆さん気づきましたか？コーチさんの歌声。高いところは少年のような声、低いところは男らしい大人な声っていう風に2つの声質を使っていたと思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。高い音域は鼻がメイン、低い音域は胸がメイン。こういう風な歌い方をしてるんですよ。ものすごく器用ですね。素晴らしい。次いきますよ。うわ、京本さんの激しい感情が乗った素晴らしい歌声ですよね。やっぱり京本さんのね、小刻みに揺れるビブラート、ちりめんビブラート、これ僕大好きですね。もう一回聞いてみましょう。たまらないですよね。それなのになぜっていう言葉に対して力強い感情を込めた歌い方。理解ができないっていう風に聞こえてきますよね。いやー、素晴らしいですね、この表現力。次いきますよ。いや、すごいね。もう今にも泣き出してしまいそうな感情をですね、僕は京本さんの歌声から感じたんですけど、やっぱりこの途中で裏声にちょっとね、ひっくり返したような歌い方、京本さんの得意技だと思うんですけど、これがですね、ものすごく曲に合いますよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、たまらん。たまらんですね。そしてね、やっぱり最後のね、ロングトーン伸ばしてるところがすごく安定感があって、素晴らしいですね。次いきますよ。わかってはいるよ。きっと素敵なことだと。
ジェシーさんのウィスパーボイスですね。で、ここでまた最初の A メロの時の声の使い方に戻しています。正確に言うと、ウィスパーボイスの息の音がこの曲始まって一番多いポイントかなっていうふうに思います。耳元で囁いているような雰囲気を表現したかったんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。分かってはいるよ、きっと素敵なことだと。わかってはいるよみたいな、今やってみたんですけど、これものすごく息を使う歌い方ですね。わかってはいるよだけで今ね9割くらい僕息使っちゃいました。で、息がなくなってくるとやっぱり苦しいので、声も苦しそうに聞こえてしまう人が多い声の出し方だと思うんですけど、ジェシーさんのこの余裕感素晴らしいですね。次いきますよ。それでも私が追いつかない。わ、いい、すごくいい。松村さんの美しい歌声が前半に来て後半に行くにつれて徐々に声が力強くなってるんですよね。わあ、この流れ最高ですね。もう一回聞いてみましょう。それでも私が追いつかない。ほら、追いつかないっていうところがですね、すごく感情のパワーを感じるんですよね。追いつかないっていうところに、ものすごく後悔してる気持ちを感じるというかね、歯がゆさを感じてるというか、すごく歌声から感情が伝わってきます。素晴らしいですね。次いきますよ。ありえないうわ、いや、これはやべえですね。田中さんの歌声やばすぎません？今のところ。100% 力強い地声を使って歌ってるんですけど、あのタイミングであの声を使ったからこそ、ありえないっていう気持ちがですね、めちゃくちゃ伝わってきますよね。本当に心の底から、もう信じられないっていう風な感情ですかね。もう一回聞いてみましょう。ありえないいやー、これはね、一気に気持ち持ってかれますね。本当にストーンズのメンバーって話すように歌いますよね。だからこそここまで感情が伝わってくると思うんですけど、いやー、ほんと素晴らしいです。次いきますよ。いや、もう本当に聞き入っちゃいますよね。素晴らしすぎる。次いきますよ。あ、なるほどね。最近聴いてる京本さんの歌声と、この楽曲は2年ぐらい前なのかな？ 2 年前の京本さんの歌声の違い。やっぱり喉の空間の差だと思います。今回の私、おそらくこの年代の京本さんの歌い方はですね、喉の空間をちょっと狭くして歌ってるのかな？このね、喉の空間を狭くすることによって高い声ってある程度出しやすくなるんですよね。多分そこに狙いを定めた歌声作りなんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そうですね。いやー、こういう風に年代によっての歌い方の癖を見つけると嬉しくなっちゃいますね。次いきますよ。最高ですね。歌声でフェードアウトしていくような雰囲気を作ってますよね、ジェシーさん。いやー、もうテクニックの宝庫です。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、スーッとこうね、フェードアウトしていくような歌い方。いやー、感情表現がね、神ですね、ジェシーさん。次いきますよ。このまま終わりなのかな？ぽいですね。でもあと動画がね、20秒ぐらいあるんですよ。最後に何かあるかな？最後まで見ますね。何もなさそうだ。
いなくなっちゃいましたね。このまま終わっていく感じかな。あ、終わりですね。いやー、素晴らしすぎましたね。以上、SixTONES 私 YouTube バージョン歌声分析はここで終了です。さあさあ、SixTONES の私 YouTube バージョン、こちらね、今いつ公開されたのか調べたんですけど、2022年5月17日に私の YouTube バージョンが公開されたということで、約3年前ですかね。3年前の SixTONES はですね、現在の歌声とですね、やっぱり多少違うところがありましたね。癖的な部分っていうかね。この3年前の歌声もすごく魅力的ですよね。で、さらに進化したのが現在の SixTONES の歌声っていうことでですね、こういう風に時代を遡って現在の歌声との変わった部分を探るのもすごく楽しいなという風に思いました。現在 SixTONES のですねメンバーの個人にですね焦点を当てたデビュー当時から現在の歌声進化分析動画っていうのも企画中ですので、今回の私でその片鱗に触れたかなっていう風に思いました。これはね、非常に楽しい動画になりそうですね。なるはやでですね、撮影して編集して公開したいなというふうに思いますので、公開されたらぜひ皆さんまた見に来ていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。